皆様こんにちは。今回はミラー型ドラレコの弱点である夜も綺麗に撮影できて、これまでなら撮影できなかった車の真横も360度カメラで撮影することで死角がゼロになる、なかなかすごいミラー型ドラレコをご提供いただきましたので、レビューしていきたいと思います。アキーヨのミラー型ドラレコ、箱にも書いてるんですが、ナイトビジョンでよりに強くて360度カメラもあるので死角がゼロになる最新のミラー型ドラレコです。箱の中身はこんな感じ。リアカメラ、シガーソケット電源、フロントカメラ、GPS、内刃で剥がし、ドラレコを固定するバンド、おまけのキーホルダー。リアカメラは両面テープで貼り付けるタイプで、横のネジを緩めるとカメラの角度を変えることもできます。またリアカメラは防水になっているので、リアガラスの車内側だけじゃなく車の外に固定することもできますので、お好きな方で取り付け可能。次にフロントカメラ、こちらも両面テープで固定するタイプで、取り付けは貼るだけなのでめっちゃ簡単です。大きさはこんな感じ。持ってみた感じ、スマホの充電器ぐらいの大きさですね。ミラー型ドラレコの本体はこんな感じ。ミラーの下に360度撮影できるカメラがあって、全方向を撮影できます。本体の上に全てのケーブルを接続して、マイクロ SD カードも上から入れます。ドラレコ本体を車に取り付けるには、こちらのゴムバンドを使って純正のルームミラーの上からかぶせる感じで簡単に取り付けることができますね。それでは早速車に取り付けてみて、肝心なドラレコの映像がどんな感じなのか見ていきたいと思います。取り付け自体はカメラをフロントとリアに貼り付けて、あとはケーブルをきれいに配線して取り付けるだけです。取り付け自体は簡単なんですが、問題なのが配線の隠し方。ほとんどの国産車の場合、この横にあるピラーが外せるようになってて、中に配線を通すためのスペースがあるので、ドラレコから出た配線を天井の隙間に付属の工具を使ってこんな感じで入れ込んで、ピラーの中を通して配線して、そのまま足元までケーブル通してシガーソケットから電源取ります。電源は USB-C ケーブルになってて、別売りの駐車監視対応の電源ケーブルを買えば、グローブボックスの中にあるヒューズボックスから直接電源を取れるようになり、さらに配線がスッキリします。リアカメラまでの配線は天井の隙間に入れ込んで、後ろまで持っていってカメラと接続。これで工賃2万ぐらい取られるので、正直自分でもできると思います。SWIFT の配線の隠し方は別の動画でさらに詳しく説明しているので、気になった方は概要欄に貼っておくので、ぜひ見てもらえたらなと思います。それでは実際に取り付けたカメラの映像を見ていきたいと思います。これが日中の映像。フロントとリアのカメラは200万画素。まあ普通に綺麗に映ってるかなと思いますね。これが同時に録画した別のドラレコの200万画素の映像になります。どっちも200万画素のカメラなので綺麗に撮影できてるかなと思います。違いは色の濃さぐらいですね。次にリアカメラの映像。まあ見た感じ綺麗だと思います。ナンバープレートも綺麗に映ってますし、後ろの人の顔もがっつり映ります。これが比較映像。まあこちらも同じくらい綺麗かなと思います。リアの画角に関しては、今回のアキーヨが広角カメラで136度もあるので、一度に広い範囲を見れます。今使ってるドラレコよりもさらに広範囲を映せてるのが見えてると思います。リアカメラが広角のメリットとしては、ルームミラーモニターで見える範囲が広がるので、さらに運転が快適になることですね。昔の鏡のミラーだと一度にこれぐらいの範囲しか見れなかったのが、デジタルミラーにすることでここまで視界が広がります。ドラレコの種類によってリアカメラの映る範囲が変わるので、買う時のポイントとしてリアカメラの広角具合をチェックすることをおすすめします。こう横に並べてみるとだいぶ違いがわかると思います。かなり広角なおかげでサイドミラーに映る範囲までルームミラーだけで見れるようになります。使ってみるとこれが便利で、特に雨の日がめちゃくちゃ快適になります。というのも、雨降ってるとサイドミラーやガラスに水滴がついて後ろが見えにくいことあると思うんですけど、リアガラス内側にカメラを貼り付けることでワイパーで常にクリアな視界を保てるので、後ろがだいぶ見やすくなります。なので雨の日はほんと見やすくなって、視覚も含めた後方の確認がしやすくなるので、デジタルミラーはほんとおすすめですね。実際に数日間使ってみた感想としては、今使ってるドラレコと比べるとコントラストがちょっと薄い感じがしますが、全然問題なく綺麗に録画できてると思います。次にトンネルを通った時の映像。こちらがフロントの映像、こちらがリアの映像。
よくトンネル出た瞬間が白飛びして綺麗に撮れてないなんてこと、これまでのドラレコではよくあったんですが、こちらのドラレコは白飛びもせずに綺麗に撮れています。またナイトビジョンのおかげで肉眼よりも圧倒的に明るく撮れてると思います。 SD カードを入れていると常に録画されている状態で、データがいっぱいになると古いデータから削除されていく仕様です。また衝撃があった時などはそのデータが消えないようにロックがかかるので、気づかないうちに肝心なデータが消えていたとかもないので安心できます。次に最大の特徴である夜の映像をお見せします。こちらがリアカメラ。普通にナンバーも映ってますし、後ろの人の顔も映ります。200万画素でこれは結構綺麗に撮れてると思いますね。ただやはり街灯ゼロのようなところでは画面にザラザラとしたノイズが乗ってしまいますね。これはソニーの数十万円するカメラでも暗いところではノイズは乗ってしまうので、今の技術では仕方ないかなと思います。それではナイトビジョン搭載のフロントカメラの映像を見ていきます。見てわかるように明らかに肉眼より明るく映ります。実際に走ってる時の映像をお見せすると、ナンバーも綺麗に映ってるの分かると思います。周りが暗くてもカメラでは普通にここまで明るく撮影できるので、暗いところでも安心して使えるのが今回のドラレコのいいところかなと思います。ただ夕方に運転していて若干モニターの映り込みが気になったんですが、別売りの反射防止フィルムを貼れば反射が消えるそうなので、フィルムは絶対に買った方がいいと思います。最後に360度の映像がこちら。ルームミラーモニターでこんな感じで車内全体が見えるようになって、これまでのドラレコなら映らなかった真横も含めて撮影されます。専門のソフトをダウンロードすれば見たい角度を見れるようになるそうですが、僕の端末が MacBook なのでそのソフトが Mac には対応しなかったです。 Mac の人はこの球体イメージしか見れないので、必要であれば Windows 環境を使ってソフトをインストールしてみてください。その専用のソフトを使えば GPS の位置情報を使って車の速度などの情報や地図も表示できるので、後で録画した映像を見るときに便利です。これまでの話をまとめると、アキーヨの新発売のミラー型ドラレコ、360度カメラとナイトビジョン搭載で、これまでのミラー型ドラレコの弱点をなくして夜も綺麗に撮れて死角がゼロ、画質は200万画素で普通に綺麗、別売りの駐車監視ケーブルを使えばエンジン切ってからも撮影が続くので、当て逃げやドアパンなど映ってなければ 100% 泣き寝入りで自腹でお金払うことになるのを防げるドラレコになります。この動画が公開されたタイミングから幕開けで販売が始まり、早期購入特典としてお安く買えるので、気になった方は動画の下にある概要欄に商品ページを貼っておくので、ぜひ見てもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは続きの Swift スポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。